1998年冬季オリンピックを間近にして全世界の注目を集めている開催地長野県。その地で我らの主人公真田幸村が成人に達したのは今から410数年昔のことである。真田家をはじめとする将軍族が跋扈し、弱肉強食のサバイバル戦の果て、あるいは消滅し、あるいは生き残っても周囲の大国上杉、武田、北条、徳川、織田にそれぞれ切り従えられた時代だった。武田家に従った真田はいわば大企業武田の下請けである。ところが無敵を誇った武田の騎馬軍団が織田信長の鉄砲隊の前に全滅したのは新しい時代の到来を告げるのろしだった。親会社の体制挽回になるかならぬか、真田家は武田と織田の戦いに出陣することなく本拠地上田に腰を据えて様子をうかがうという戦国の知恵を選んでいた。申し上げます。武田勝頼公天目山に向かう途中笹子峠においてご自害なされました。何、武田が敗れるなど思いもよらぬこと。時の勢いと申すべきか。信長は新しき武器鉄砲3000丁持ち、それを三段に構えて玉込めの時を早くいたしたよし勝つべくして勝ったのです。かくなる上はそなたの行方を思い定めねばならん。武田に準じて信長と戦うか、あるいは屈して信長の臣となるか。織田と連合した徳川家康とて末は天下を狙う人物と見えまする。当主勝頼の死は栄光の名残だけはとどめていた親会社の完全な倒産だった。新たによるべき大事を求めて小企業真田は揺れ動いた。これは幸村様、お待ち申しておりました。違う。商いは苦手だから格好だけの大将じゃ。和歌はあちらだ。若様、どうやら守備は上々のようだ。馬一頭に米10俵の大安売りだ。隣の北条名うての支部人だからな。約束の米30俵みんなで分けてくれ。ありがとうございます。礼を言うのはこっちだ。お主らが育ってくれた馬のおかげでわしらは飯が食える。これでしばらくは城中も食いつなげるだろう。それでは頂戴してまいります。おいみんな、これからもいい馬育ててくれよ。はい、かしこまりました。ありがとうございます。よかったのですか。戦となれば必要なのはまず馬。それを米に変えるなど。案ずるな六郎。もう馬が戦う時代は過ぎた。これからは鉄砲じゃ。助かります。お前は本当によく気がつく子じゃ。台所を切り盛りなさる母上のご苦労はよく心得てますから。幸村、どこ行っておったのじゃ。父上はご立腹ぞ。米を手に入れた。腹が減っては戦もできんでしょう。のんきなことを申して勝頼公はご自害されたぞ。いかに致すべきか議論百出の大混乱じゃ。今度は北条につくとそうおっしゃったでしょう。お前はまだ甘い。父上は北条に仕えると申し出られる一方で安土の信長公にも献上の品を届けようと申し付けられた。安土、織田信長に会えるのか。会えるかどうかわからんがつてを頼ってあちこち回らねばならん。会いたいな。信長公わしの憧れだ。その役目俺が引き受けた。おい行くのはわしだ。何、信濃の真田？知らんな。献上の馬を届けに参った。信長公ご家臣滝川一正様の添え状でござる。信長様にはお目通り願う者全国より日に100人余る。順番を待つならば2、3日先と覚悟いたされよ。これにて吉名にお取り計らいくだされ。なんだこれは。心得違いなさるな。我ら信長公配下の者
言われのない金銭は一切受け取らん。いやこれはしてつかまつった。田舎者ゆえ織田軍団の厳しき規律を知らぬのであろう。当家にては一銭切りと申し、一銭でも盗んだものは死罪となるのだ。やむをえん。一度宿に引き上げ出直すことにいたそう。さすが信長。兄上、わしはますます信長に会いとうなった。ああ、待て。あの馬、わししか止められん。騒がしい。何事じゃ。控え、信長公のご先祖。しめた。ご無礼知らねえ。これなるは信濃上田の城主真田昌幸の一子源次郎幸村、父より献上の馬、ただいまお届け申し候。腑に落ちぬ。真田の旗印は確か月輪供養のはずじゃ。よくぞお目に留められました。それなるはこの幸村目の旗印にございます。銭金を旗印にいたしおると。いかにも六門の銭印、六道線を表しまする。六道線とは死人を葬る折棺に入れる銭のことではないか。俗に申す三途の川の渡し賃。知れ者め、不吉なものを御前に立つるとは無礼であろう。目障りじゃ。信長公、お聞きあれ。六道とは仏像で申す地獄餓鬼畜生白人間天上一切の主情が善悪の業によって赴く六つの冥界を表してござる。すなわち六道線を旗印にいたすそれがしの心がけは、六道いずれの世界へいつなりと落ちる覚悟、不釈神妙、命を惜しまず捨てる大覚悟でございます。ご容赦、成殿、ご容赦あれ。山田のめ、とっとと捨てろ。侮られたわしを報い、この悔しさ忘れん。ごちそうさま。おやさん、ご了ごよ。おきに。はい、ごちそうさま。うまい。初めて口にした。南蛮売りと申します。お気に召しましたか。亭主、この種手に入るか。ええ、お安いご用で。頼む、国の土産にしたい。お前の無茶でわしは信長公の顔も見れなんだ。いや、拝むほどの顔でもない。この幸村の才を見抜けぬようではこっちから願い下げじゃ。しかしあの鉄砲のお化け、参った。天下の流れを左右するぞ。これで天下の行方も信長公で決まりだな。いや、兄上の見込んだ徳川もいる。徳川家康の忍耐強さ、しぶとさ、わしとしては親しみを覚えるがの。わしゃつかん。信長と戦うを避けるため妻子を殺す非情は許せんわ。乱世に生き残るための策じゃ。我らのご先祖も同じだった。真田のような小国とは違う。徳川ほどの力があればわしなら信長とも戦うぞ。お待ちどうさまで。お、かたじけない。親父、ここへ置くぞ。おおきに。お前たち信長公に会いに来たのか。残念ながら願い果たさず、明日にも故郷に引き上げるつもりでござる。相手にもされん。信長はわしのことを目障りだと思うたし。目障り。信長公らしい。信長公ご存知でござるか。明日招かれて。ならば我らが二人参列できるよう頼んではくださらぬか。よせよせ、兄上。こやつわしらが田舎者だと思って騙すつもりじゃ。安土城に来て徳川の名を告げれば会えるようにしておこう。あなたは徳川家康。いいか。妻子を殺すは非常には違いないが、殺さなければ殺される。その道理もわからんのやつはただの大バカ者だ。では使者の方どうぞ。宮山の奥の奥の奥の苔ざる目が雨にしょぼ濡れてひょっきりしょひょっきりしょと
こけた。やはり本物の家康殿じゃ。あそこまでやるか。招いた客が芸を披露とは恐れ入った。三河の田舎者、お恥ずかしゅうございます。今宵の主賓は家康殿じゃ。そこもとには武田攻めに力を借りたが、この先も関東がことはこなたに任せるゆえ頼むぞ。はい、懸命に努めます。光秀、膳を持て。さあ、家康殿、遠慮のお過ごしなされ。光秀、これは何じゃ。このような傷んだ魚を出し、世に恥をかかつきか。嬉しそうな。料理はすべて念入りに吟味いたしたす。もうよい。おことに今日の役は無理と見た。光秀、接待の役を免ずるゆえ、これより直ちに西国に向かえ。秀吉を助けて出陣いたすのじゃ。光秀、こなたの所領丹波近江は召し上げる。領地が欲しくば毛利攻めにて秀吉と競って手柄を挙げてみい。切り取り次第出雲石見をくれてやるわ。気になされるな、家康殿。良き折じゃ。こなたは今日堺などでゆるりと遊ばれるがよい。はい、かたじけない。本日は誠にありがとう存じます。それがしは真田信之、これは弟の雪村にござりまする。家康殿、ご無礼末にもう一つお頼み申したいことがございます。雪村、なんだ。昨日この城で鉄砲の化け物を見受けました。あれを手に入れたいんです。ああ、大筒か。あれは大筒という。あの威力、あれがあれば戦の仕方は根底から変わります。おい雪村、あんなもの使わなくて済む世の中にしたいと思わんか。戦がなくなると。それが我が道、我が志。やはり我らは井の中の蛙なあ。雪村、世の中には器の大きな人物がいる。見ましたぞ。遠目ながら家康公と言葉を交わされるのをしかと見届きました。これで良い土産話ができました。六郎、ここへ残れ。このまま上田へ戻ればまた天下の動きに遅れを取る。彼も人、我も人。勝ち負けはこれからじゃ。人間50年下天のうちを比べれば夢幻のごとくありひとたびしょえて滅せぬもののあるべきか。信長が上洛し本能寺に宿を取った夜、明智光秀の軍は毛利攻めに加わるべく両国丹波を出立し、京都桂川の河原に陣を敷いていた。殿、この国に何事でござる。いかがなさるおつもりでございます。全軍に触れいたせ。鉄砲
光のひなを切って火をつけるのじゃ。兄大塚、我らの相手毛利ははるか100里の先でござる。光秀の決心がわからぬか。敵は本能寺にあり。謀反か。何奴の企てぞ。明智がものと見えまする。是非もない。蘭丸、夢待て。はっ。信長の首を取れ。向こうだ、逃げろ。蘭丸。雷、宇宙の主なり。取り逃がしたか、宇宙の主の首。手に入れられなかったね、信長の首。しかも手負い。これで士官の望みもない。棟梁を殺して取って変わったのに無駄だったね。抑え、棟梁なき者にしたのはお前を手に入れるため。お前は俺のものだ。抑え、俺はお前に惚れてるんだ。分かっておるぞ。小隠れの術か。心当たりが同じというわけだ。くのいちはやめた。もうお前の自由にはならん。俺だっていつまでも忍びでいるつもりはない。仕官して出世してみせる。お前の心はどこまでも忍びのもの。変わりはせぬ。守備を待ってろ、抑え。必ず仕官してみせる。その時こそ俺の女房になるんだ。男になる。これからは男として生きる。もはや年がしっかりしろ、運動の苦労。この大事を一刻も早く源次郎君にお伝えすれば。その役目俺が引き受けようか。その足では無理だ。捻挫をしている。何者だ。俺の中
霧隠れ才蔵とでもしておこう。霧隠れだと貴様のような若造にわしの代わりが務まるものか。俺は1日50里は走るぞ。50里。お主は忍びか。まあな。だが今はやめている。諸国を巡って奉公しがいのある人物を探すつもりだ。わし構わんな。早く行け。死んだ親父に似ていたから気になっただけだ。長生きしろよ。ああ、待ってくれ。お主に頼む。書状を今したためる。何をする。早く書け。心地よい。行き先は真田幸村、信州上田だな。明朝までには必ず届ける。おーい、買うてくれ。皮ぬかもろこしだ。一口食べれば長生き間違いなし。町の衆、聞いてくれ聞いてくれ。これを育てたのはこの子だ。長患いの親に代わり畑を耕し種をまき汗水垂らして育てた。いじらしいではないか。買うてくれ。この坊主の親孝行を助けてやらぬか。若雲野殿より急のお使いが。今日で何かあったのか。信長君は撃たれた。すまん、馬借りるぞ。礼を言う。城中でゆっくり休むがよい。坊主、もうもろこしないのかい。ああ、売り切れだ。また明日買って。いつもああやって売るのを手伝ってくれるのか。うん、売り切ってやる代わりにこの種を育ててみいと。南蛮売りというものの種だそうだ。この混乱に乗じ小田原の北条氏名を必ずこの信濃に兵を繰り出しましょう。甲斐信濃を狙うもう一人は徳川家康じゃ。真田が生き残るにはいずれにつくのが得策かの。いつまでも人の尻についていてはつまらん。小国が生き延びる厳しさ、お前などには分かるまい。父上、弟の意見も聞きましょう。雪村申せ。真田には第三の道があります。第三の道とは。すぐさま京へ挟登り密使を倒す。混乱はまさに絶好の機会。父上、真田が狙うは天下ではありませんか。福物よの心地よ京五郎。我がサラダはわずかに2万石じゃ。天下の諸大名をすべて敵に回して勝てる道理がないわ。雪村、父上の申される通り今の真田はいずれか力ある者に従うしかあるまい。父上、世の中は変わろうとしている。信長に勝る見通しを持っているのは俺しかおらん。この雪村に乗ってみてはいかが。家を支えるは博打とは違うぞ。貴様の空ゆえに我らの命運を託すわけにはいかんが、一度は乗ってはみたいものよの貴様のその夢の馬に。真田家それぞれの必死の思惑と関わりなく幸運を手繰り寄せたのは羽柴秀吉の素早い動きだった。山崎の戦いで秀吉軍に敗れた光秀は再起のあてもなく落ち延びる目的地もなくわずかの守兵に囲まれてただ戦場から逃れようとしていた。待て、もはやこれまでじゃ。しっかりしろ。その方、わしの首が狙いであろう。解釈いたぜ。首はくれてやる。いらん。
初めのうちは独り占めするつもりだったが、一緒に逃げてるうちにその気が失せた。変わったやつよ。名は何と申す？サスケ。サスケとやらお主を見込んで改めて頼む。解釈を。サスケ、貴様どういう了見だ？光秀の首はどうした？負けた者はあれだ。俺が葬ってやった。三太夫様、こやつの裏切り許せません。サスケ、お主甲賀の掟を知っておろうの？忘れた。俺は甲賀を抜けるからな。たやすく抜けに致せると思うてか？殺すなら殺せ。言っておくがな、俺は虫けらじゃない。正気じゃ。ムササビ、相手をせい。ムササビ、お前とはやりたくない。お前とは子供の時から兄弟のように一緒だった。兄弟より大切なのは親だ。お頭は皆し子だった俺を育ててくれた。バカな。こいつは戦で親を亡くした俺たちを金で買って自分の人形に仕立てただけだ。ムササビ、俺と一緒にここを出よう。さる。行くぞ。逃げろ！乗れ！ムササビ！死ね！離れる！志ある者を求む。武術に心得なきも遠慮に及ばず、ことにおいては兵となし、領民安堵のために槍、刀、鉄砲を用いて戦うべし。訓練の後、技量優れたる者、士分取り立ても苦しからず、また左将なりと日当を使わす者なり。真田源次郎幸村。おい、わしら短美百姓でも侍になれるってことか？日当が出るってならやってみるか。危ないな。いいか、腹を出してはいかん。七部三部。ほらほらほら。それでは己の首がすっ飛ぶぞ。雪村様、お指図のお弁当でございます。おう、すまん。みんな飯にしよう。はい、お水。雪村様、お願いがございます。改まってなんだ？霧隠れ才蔵、真田幸村様にご奉公しと存じます。わしにやめとけ。六郎から聞いた。奉公しがいのある人物を探しているそうじゃの。それはあなたです。女には女の幸せがあろう。知っておられたのですか？優しき心遣い隠しきれん。お言葉ですが、私は女を捨てました。捨てられるかな？女はつまらぬ。男の勝手に振り回されて、ただ嘆き悲しむだけ。私は嫌です。女とて男と同じはずです。志はわかるが、女子には女子の生き方がある。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 女子には女子
せっかくだがおことを召し抱えるわけにはいかんな。六郎、次はやりじゃ。さあみんな、のんびりしてる暇はないぞ。さあ行くぞ。やりだやりだ。雪村、その方わしの許しも得ずに兵を育てているそうじゃの。なかなか難しいことですが、いつか父上のお役に立てればと努めております。とぼけんな。その方あばよくわしの意に背いて兄に代わってそなたの当主となるつもりであろうが。情けないことを言われますな。雪村は真田昌幸が医師、父上を尊敬いたしております。ざれ言ならともかく誠をお疑いなら無念の極みです。戦国の世なれば親子兄弟殺し合うはよくあること。疑われたくなくば家を解け。いや、その儀ばかりはお断りいたします。親の言うことも聞けぬか。父上、侍だけが戦をする時代ではありません。民百姓に武器を持たせるはただ真田の兵力を増やさんがためだけにあらず。これ親に説教は無礼ぞ。聞いておりました。父上、雪村の申すこと間違いではござりませぬ。弟だとてかばい立ては無用ぞ。いえ、こたびのこと、私にはとてもできぬ着眼。真田の家を守り抜くための良き知恵と思いまする。もうよいわ。そちはな、これから直ちに駿府に赴いて家康に真田に逆進のなきことを伝えよう。よいか。今勝ち運に乗っている秀吉でさえも家康には一目置いて東国を委ねおった。それはな、家康に従うはこの真田が生き延びる道じゃ。いやいやながらわしはそう決めた。行け。あれじゃ、わしもお供するぞ。父上のお許しを得たのか。内密に決まってる。兄者だけ敵陣に送るわけにはいかん。わしに万一のことがあってもお主がおれば十分だ。そうはいかん。今死なせるわけにはいかん。それにあいにくわしは兄者のことが好きなんだ。兄者、行こう。わしに弓引くつもりはないというのだな。よし。だが徳川と手を結ぶにはその証がいるぞ。それがしの言葉ではお信じいただけぬと。信じる？そんなバカはここにはおらん。真田殿は名うての策士、従うと見せて願えられてはかないませぬ。しかし証と申されても。正行殿が西条菅将院をこの城にお預かりするのはどうじゃ。母上を人質にせよと申されるか。何をためらわれる。服蔵なく申さば我ら徳川の家臣は真田との戦を望む者多数でござる。上様のご配慮をありがたしとお受けする以外道はありませぬぞ。ではその儀はお断りいたします。雪村、控えておれ。いや、この儀は雪村承服いたしかねます。雪村、応じられぬか。戦国の知恵と申されましたが、弱き女子供を人質にいたすは人の道に外れた最悪の策と思われます。言わせておけば無礼な説教。立って人質をと申されますのなら、そのお役目この雪村を引き受けいたしましょう。お前が守るべきは人の命、それも自らを守る術を知らぬ弱き者をこそ守るべきと存じます。違いまするか、家康公。信行、真田が徳川に仕えたいとの申し出断るぞ。
起きろ。おう、これは父上。成敗してやる。私を成敗して道が開けますか？貴様のその側首を家康に渡さぬとこの真田が立ち行かぬわい。真田のためならばやむをえん。ご存分になされませ。いい覚悟だ。お待ちください、殿。止めるな。ことごとくこのわしに逆らいおる雪村、もはや我がことは思わぬ。どけ、そこをどけ。乗きませぬ。その方も武将の妻であろうが、日頃の覚悟があろうが。殿、戦国の妙に親子殺し合う無残を聞くたびに思うは母子の悲しき心。どんなにつらかろう、どんなにか切なかろうと。家を守るは男の務め。女子には分からん。子は女子の命です。この子をお手打ちなさるなら私も共にお切りくだされ。殿、赤子の源次郎をお忘れか。わしによう似ておる、わしより強くなれと頬ずりされた源次郎じゃ。病にかかった折、わしが命を代わりにくれると神仏に祈ったその源次郎じゃ。源次郎、雪室は大バカ者だが、あの眼光、あの血気、ただものではない。敵に回せば厄介なことになる。たかが信濃の田舎豪族、お気になされますな。忠勝、わしが見込んだ通り、もはや天下は羽柴の猿のものだ。だがわしはじっと待つぞ、次をな。それゆえにこそ殿に我らもついてまいりました。猿よりわしの方が若い。わかるか？待てば待つだけ天下はこっちへ転がり込むことになる。それまでは天下の虹は決して口にしないことだ。それまでは力を蓄えておかねばならん。そのためには雪村が欲しいな。これではとても足らん。徳川方は堺の商人から3000丁も買い付けたというぞ。どうあがいても所詮は小国、武器もなし金もなしか。だが人がいる。兄上、優れた少数は魚の衆に勝るという。俺は諦めんぞ。大殿の追いつけです。羽柴秀吉を助けるため直ちに越前に迎えと。秀吉のところへか。さすが父上、転んでもただ大きい。家康がダメなら秀吉というわけだ。秀吉は家康を東国に閉じ込めるのに成功すると、もう一人のライバル柴田勝家を賤ヶ岳で打ち破った。そして越前北の庄城に立てこもった勝家を秀吉勢は追い詰め包囲していた。こりゃいかん。戦は羽柴方の負けじゃ。殿、きつなことを抜かすは何やつぞ。俺だ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 。名乗り、いずれの臣下。あ、信州上田より発せ参じました真田昌幸が医師源次郎雪村にござる。真田がせがれじゃと？こう目通りを待たされては夜が明ける。こやつ
目立たんとして羽柴の負けと抜かしたか。いや、ここにとどまってはお命がないと申し上げている。まだ申すか。お気づきなくばお教えいたす。この陣屋の下には地雷火が埋められておる。ざれ言はほどほどにせい。ではごめん。ご老人あれ。柴田方が埋め置いたに違いない。頃合いを見て口火をつければ陣屋は爆発。いや、この辺りに野営する将兵ことごとく吹っ飛びます。このすぐさま地雷火を掘り起こせ。ほう、お待ちください。うかつに触ると爆発します。ではどのようにいたしたら。我に策あり。秀吉公、お耳を。敵勢は眠り込んでいる様子だ。口火をつけ。敵がいないぞ。ではそれがしも攻め入りましょう。待て。おめえはお見込んで頼みがある。何なりと仰せ。城中よりお市の方を救い出してくれ。お市の方様。ああ、わしを嫌うて浅井長政の妻となり、長政を滅ぼしたおじも意に従わず柴田に嫁いだ。そのお方をまたなぜ。何としても思いを遂げたい。お市の方を救い出し様。雪村生まれてこの方、初めて心に刻みましたようしょう。大阪城内にてそれがしを待ってござる。